こんにちは、ひろじいです。今日も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回私は、九州の避暑地、熊本県小国町の湧田温泉郷、山川温泉に来ています。この旧国鉄宮の原線の、白井川橋梁がかかる川は、蛍の里としても知られており、近くに蛍の里温泉という、共同浴場もあります。それでは、堂山陸橋をくぐり、北里川沿いに、今夜の宿に向かいましょう。今夜の宿、山川善蔵は、全客室露天風呂付きの、古民家風離れのお宿です。山川温泉は、大分県と熊本県の県境近くにある、湧田温泉郷の中の一つで、山の中の川沿いにある小さな温泉場です。今回のお宿、山川善蔵は、そんな数軒の宿しかない山川温泉の、一段小高い木々に囲まれた場所に、ひっそりと佇む温泉宿です。それでは、今夜の部屋に向かいましょう。夕食はこちらの会場、いろりの風でいただきます。その先が男女の大浴場です。朝食会場、お品の鈴という建物の前を通り、さらに奥に進みます。右側の少し高いところにも、離れの部屋がいくつか並んでいます。緩やかな坂道を登って、上の宿泊棟のエリアに向かいます。通路が左右に分かれ、そこに喫煙所があります。私の部屋は、右に曲がって行きます。こちらには3棟、5部屋があります。善蔵には、ここ5部屋以外に、同じタイプがあと2部屋、いろりのついたちょっと特別な部屋が1部屋の、全8部屋があります。今夜の私の寝屋、野菊です。玄関を入ると、左側に洗面所とトイレ。右側のドアの先が、浴室のようです。正面の引き戸を開けると、6畳の和室。部屋の中央に、かわいい座卓と座椅子。部屋の右奥に、浴室につながる掃き出し窓があり、中央の肘掛け窓を挟んで、反対側には、押し入れ、クローゼット、床の間と並んでいます。部屋から浴室に行くことも可能のようですね。クローゼットを覗いてみます。フェイスタオル、バスタオルの下に、浴衣と丹前。そしてこれは、体を洗うタオルですね。クローゼットの下には、お茶セットと湯沸かしポット。浴室を見てみましょう。電気をつけます。脱衣棚があって、その下に貴重品金庫。これは、不思議な組み合わせですね。これは何かわかりません。誰か教えて。浴室に入る前に、タオル掛けの上の足拭きマットを、入り口ドア前に敷きましょう。浴室に入ります。屋根と壁の間が30センチほど空いた作り。
竹垣風の柵と岩の間には、灌木も植え込まれ、小さいながらも、販路店という感じに作られています。風を感じながら、ゆっくり入れそうです。源泉温度は52度くらいということで、出る湯の量で温度調節しています。次はトイレを見てみましょう。便座消毒用の薬剤がペーパーホルダーと並んで付けられています。何か気になる音がしていますが、天井の換気扇でした。これは夜は止めることにしましょう。洗面台のブラシ、カミソリ、歯磨きのセットです。冷蔵庫の中、これはどれも無料です。お茶を1本いただいて、一休みします。大浴場にやってきました。露天風呂ということで、とても楽しみです。中に入りましょう。洗面化粧台が1台。3段の脱衣棚に、脱衣かごが6つ置かれています。休憩用の長椅子もあります。棚には、バスタオルやカミソリなど、そして、フェイスタオルが置かれているので、部屋から持ってくる必要はありません。扉を開けて外に出ると、そこは広い屋根付きの洗い場。洗い場から浴槽までの壁が大きな岩で作られ、全体が豪快な岩風呂となっています。シャワーが3カ所で、5、6人で入っても十分な広さです。まだ夕食までにはだいぶ時間があります。大きな浴槽で、手足を伸ばしてゆっくりしたいと思います。シャワーで体の汗を流した後、しっかりかけ湯をして、体を湯に慣らしてから入ります。泉質は、含む硫黄、カルシウム、ナトリウム、硫酸塩温泉で、無色透明、温泉特有の硫黄臭がしますが、そんなに強い匂いではありません。一人で潜入した露天湯。とても気持ちの良い湯でした。隣の食事処を覗いてみます。いろりに炭火が起こされ、夕食の準備が始まっていました。炭から燃え上がるオレンジの炎。温かみがありますね。どんな料理が出てくるのか楽しみです。部屋に戻り、その時を待ちましょう。夕食の時間です。席の前のいろりでは、串に刺された食材が炙られています。いただきます。まずは前菜としてのそうめんです。冷たいお出汁に、柚子の香りと酸味がほんのり移り、さっぱりした美味しさです。串は、係の方が時々様子を見てくれます。熊本産馬肉の刺身です。2種類の部位が盛り付けられています。醤油を直接刺身にかけます。まずはたてがみと言われる部位を、生姜とわけぎをつけて食べます。次
次は赤身のロースです。同じように生姜とわけぎをのせます。食べている間に次の串が焼けました。下のお出汁3倍ずつ昆布だしに元にしたお出汁ですので、お付けになられてよろしいと思います。しいたけとなすびの串焼き。皿に流されている三杯酢をつけて食べます。次はこの串の中からどれが出てくるのか楽しみです。パルメザンチーズとガーリックまぶしたパンになっております。パンを温かいうちがですね、一番味わいございますので、どうぞパンをお早めにお食べください。パルメザンチーズとガーリックをまぶして焼いたパンです。次はこの赤丸の食材が消えますよ。厚揚げに山盛りの小ネギが乗せられ、だし醤油をかけたものが出てきました。あらかじめ切られていたようですね。ネギとおろし生姜を乗せて食べます。ただ焼いただけなのに、とても美味しく感じるのは、なぜだろう。焼きとうもろこし、このままかぶりつきます。細長い器が出てきました。次は鮎ですね。鮎の塩焼き。今の季節の鮎としてはとても大きな鮎です。たっぷり振られた塩を落としながら箸で鮎の身を押さえ柔らかくして串を抜きやすくします。レモンを絞り全体にかけます。頭から豪快にかぶりつきます。骨まで柔らかく、ホクホクの身が最高に美味しい。赤牛の串焼きがステーキに化けて皿に乗ってやってきます。そこに天草大王の手羽が乗ります。こちらでですね、串物はすべてです。最後にお鍋ございますので、仕上げ終了させていただきます。この2品で串焼きは終わり。次は鍋になるようです。塩でいただきますが、どちらも熊本の特産食材。美味しくないわけがない。贅沢な食べ比べです。いろりのごとくに熱々の鍋が乗りました。生地で出汁を取った生地鍋です。
具材の千切り野菜を手際よく器に盛り付けてくれます。だしの美味しさに思わずうまいと声が出てしまいました。千切りした野菜がだしを含み、甘みのある奥深い味で幸せ感いっぱいにしてくれます。締めはそのだしに卵を割り入れ雑炊にしてくれるようです。少しお時間があります。白飯を入れた茶碗を持ってきて、そこに半熟の卵とだしをたっぷり入れてくれます。半熟卵を箸で割り、白飯やだしとよく混ぜ合わせて、碗の中で雑炊風に仕上げます。出来上がった雑炊は、美味しいだしに、卵のコクが加わり、絶品の雑炊となりました。しかも、鍋の中で煮込んでないから、白米のサラサラ感が、とても喉越しよく、申し分のないうまさでした。デザートは、これも熊本特産のスイカでした。地元の季節の食材を使った料理は、どれも素朴な中に、優しさと美味しさがあふれていました。ごちそうさまでした。部屋に戻ると、一人寝の布団が、部屋の中央に敷かれていました。話し相手のいない一人旅。この時はさすがに寂しさを感じます。テレビを見て過ごすしかないですね。就寝前は、部屋の露天風呂で、旅の疲れを癒します。心の憂いも、浮世のうさも、忘れさせてくれる至高のひとときです。今夜もぐっすり眠れそうです。朝6時、とても爽やかな目覚めです。昨日の夕立のためか、窓から見える景色は、うっすらと朝もやに包まれています。アスファルトに覆われた都会では味わえない、とても涼しい山の朝です。露天湯の近くで、ホトトギスが鳴いています。朝風呂で体を目覚めさせようと思います。
体が完全に目覚めました。朝の散歩に出かけましょう。もやを通して差し込む朝日は、とても優しい影を落とします。鳥のさえずりが、静寂の中響き渡ります。茂みの中から虫の音も聞こえてきます。宿から道路に続く道は、かなり勾配があり、下駄では、少し歩きづらいですね。道の中を蛇行するように、斜めに歩いて、足への負担を減らします。苔むした野面積みの石垣を見上げてゆくと、その上に宿の建物が並んでいます。石垣の上に連なる白壁の塀に囲まれた建物は、まるで小さな山城のように見えます。道路まで降りました。周囲を見回すと、少し先からもやに包まれ、幻想的な世界が広がります。近くに滝があるのでしょうか。水を叩く滝の音が聞こえます。滝の音は、北里川に設けられた砂防堰堤を越えて流れ落ちる水の音でした。振り返るとそこには、石垣の上の宿、天蔵があります。爽やかな朝の空気をたっぷり吸ったので、そろそろ部屋に戻ろうと思います。宿のフロントも、まだ眠りの中です。宿泊されている皆さんも、まだ眠りの中でしょうか。それともそろそろお目覚めでしょうか。喫煙所の前の排水溝からは、温泉の湯気が立ち上っています。
朝食は、昨夜の場所とは異なり、こちらの食事処、お品の鈴、にていただきます。撮影のため、時間前に立ち入らせていただいたので、まだ朝食の準備をされていて、申し訳ないです。山の緑が朝日に輝く景色を見ながら、食事ができるようしつらえられたカウンター席。優雅に朝食が楽しめそうですね。温かいものはお出しする直前に調理するので、と作業しながら、笑顔で対応してくださり、ありがとうございます。食前の温かいお茶をいただきます。膳が運ばれてきました。碗から立ち上る湯気が美味しさの表れです。白いですね。納豆と混ざってるのが馬肉になってまして、桜納豆というものですね。まあ味がついてますが、もし足りなければお醤油かけてご一緒にお食べください。お待たせいたしました。いただきます。地元の野菜がたっぷり入った熱々のお味噌汁。馬刺しの入った納豆、桜納豆。味が薄かったら醤油を加えてくださいとのことでしたが、そのままで十分美味しい味となっていました。温かいご飯にのせていただきます。納豆と温かいご飯、とても相性の良いものですが、そこに馬刺しが加わって、2つの味が同時に楽しめるのも上々。パリパリの食感と塩味、ブリの浅漬け、アジの干物。干物はさっと焼いて、温かいうちに食べるのが最高ですよね。滑らかな舌触りの豆腐。焼きたての卵焼き。皮一枚切れていなかったのは、ご愛嬌ですね。熊本名物、からしれんこん。塩気のあるものや辛いものは食が進みます。みょうがの酢漬け。みょうがをこうして食べるのは初めてです。美味しいものですね。こうして旅先で得た調理の知識が、私の料理のレパートリーを増やしてくれます。梅干しで顔をしかめ、温かいお茶でホッとします。食事が済むと、食器を引く際に、食後の飲み物をどうするか尋ねられます。アイスとホットどちらがよろしいですか？アイスで。アイス、はい、承知いたしました。温かいお茶の後にアイスコーヒー。私の心はいつも気まぐれです。美味しい朝食、ごちそうさまでした。湧田温泉郷、山川善三。
での宿泊費いかがでしたか？今回の宿泊代金は、一人旅プラン、通常22,700円のところ、直前割で18,700円でした。今回と同じ部屋での2人でのプランは、35,400円からとなっています。静かな山の宿で、温泉をゆっくり楽しみたい方は、参考にされてはいかがでしょう。さて次回の動画では、湧田温泉郷岳の湯から、パーム道路を南小国方面に向けて走り、細い山道を下ったところにある秘湯、寺尾の温泉、薬師湯という郷土湯を訪ねます。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。それでは次回の動画まで、お元気で、さようなら。